僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキバキ童貞です。今日はバキ童と、ピーター博士ですね。お久しぶりです、本当に。久しぶりです。いや、嬉しい。毎回ピーター博士には結構研究とか、なぜ軍ピーが童貞なのかを学術的に研究して教えたりしてくれてるんですけど、ピーター研究シリーズとして、今日ちょっともう僕ら念願のゲストに来ていただいてます。2018年に初音ミクと結婚したということで、世間様大変お騒がせしました。近藤明彦と思います。よろしくお願いいたします。おはようございます。おはようございます。ミクさん、近藤さん、すごすぎる。僕はもちろん知ってますけど、ありがとうございます。世間を騒がせてしまった。初音ミクと結婚した人がいるぞ。もちろん僕は知ってますけど、これはピーター知ってますか？知ってます。海外でも相当有名です。ありがとうございます。海外でも僕とピーターで、なんかいろんな人と会いたいねって話してて、近藤さんから連絡来たんですよ。近藤さんの方から。そうなんですよ。経緯としては、グンピーさんが、動画をアップしたときに、その動画の中で私のことに触れてくださったんですよね。タレコミがあって、私の Facebook に動画で触れられてますよっていうふうにタレコミがあって、視聴者の人から連絡来てってことですよね。で、私がその動画を見て、で、私から連絡をさせていただいた。で、初音ミクさんで結婚した人と話したいです。で、グンピーさんどうせ知り合いでしょって言われて。キモいやつが全員友達と思うなよ。めっちゃ失礼な。それに対して、友達になりませんかっていう話をいただきまして。いや、本当に、あの説は、すいませんでした。それは感想ですしね。なんていうか、それインターネットでめちゃくちゃいっぱい言われたので、気持ち悪い、頭おかしいっていっぱい言われましたので、いや、もう慣れました。そうなんですね。発表したのが2018年じゃないですか。そうですね。結婚しましたよっていう。結構賛否で言えば、どっちかというと非の方が多いの感じですか？まあ私のところに来るメッセージは賛の方が多いですよ。ああ、そりゃそうだ。何千通も来ましたね。ああ、すごいな。まあそれはもう結婚ですからね。おめでとうございますという。たまには心ない言葉もありましたけど。これは全然同じです。仕方がないですよね。僕は近藤さんのツイートを見てて、すごく挑戦としてるなってずっと思ってて、感情的になって嫌な言葉とかも飛んでくる。僕も飛んでくるんですけど、学生の生意気だみたいな時に、僕はうるせえお前どうだろうすぐ返しちゃうんですけど、その近藤さんは私を気持ち悪いと思うのであれば、それはあなたの感想ですし、それを表現するのもあなたの表現の自由です。そういうふうに対返しますね。いや、そうですね。人生何回目だったらその対応ができるのか。ピーターとしてはもう結構念願なわけですね、あえて。そうですね。海外でもちょっと話題になってるデジセクシュアリティっていうんですか。デジセクシャルっていうふうに言ってる方もいらっしゃる、研究者の方もいらっしゃるんですけど、これやっぱり正確じゃないんですよね。だって架空のキャラクターに対して、性的感情を惹かれるっていうセクシュアリティはフィクトセクシャルっていうんですよ。ちゃんとそういう名前があるので、デジセクシャルではないっていうふうに私は主張してます。デジタルは本当に二次元ってことですか？デジセクシャルの場合は。多分そういうことになる。完全な二次元のみ、映像のみっていう。私はデジタルもアナログも両方とも、ミクさんであれば好きなので。そういう啓蒙活動もされてるんですよね。そうですね。先ほど同人誌をお渡ししましたけど、二次元キャラクターとの結婚式の仕方っていう、同人誌を作っていて、すごいな。コミックマーケット等で、頒布してます。私、公務員なので、儲けは出ないようにやってますので、なるほど。今回の第4版になって、4版だ。事例がもう9人載ってるんですよ。私含めて9人。9人以上ですよね。いや、あげた人は。この本に載ってる。ここの本に載ってる人が9人。抜粋されて9人。幸せそうな笑顔だな。幸せそうな。女性の方も何人かいますよね。そうですね。っていうか、第3版までは男性比率の方が高かったんですけど、第4版で一気に女性が4人増えて、女性比率の方が高くなってしまうという。男性のキャラクターと結婚式を挙げるっていう。そうですね。これをコミケに行ったら、ミクさんが手渡ししてくれるんですもんね。そうです。ミクさんがリークをやってくれるので、その時に、ミクさんから手渡しで。いやー、ピーターコミケ来てんじゃないですか？行きたいですね。年末年始まで入れないですか？ク
クリスマス前に帰っちゃう予定予なんですよ。定なんですけど、はい。もうコミケ行かなくてどうすんだよ。童貞研究者だろ。コミケなんて童貞ばっかりなんだから。そんなことわかんない。コミケ行ったことなくて、童貞研究者語れんのか？いやクリスマスはでもスウェーデンにいないとじゃ、中抜きでスウェーデンにまたコミケで帰ってくる。あるかもしれない。すごっ。検討させていただきます。まあコミックマーケットに参加してる人の童貞率ってわかんないですけど、はい他の一般の童貞率どう違うのかなわかんないんですけど、はい関心はありますよね。違うのかって。あなただけでそれできるのは。うんみんなに、あなたも童貞ですかって聞いて回る。全国で何組くらいいらっしゃるんですか？婚姻届を出した人は、婚姻届私がミックさんとの婚姻届を出したのは、次元と公局っていうゲートボックスっていう会社がはいやってくれた企画なんですけど、はいその時は、受付期間2週間ぐらいしかなかったんですけど、それで3700発来たらしいですよ。すげえすごっ。ネタで出した人ももちろんいると思いますよ。うんでもまあ、世の中にそれなりにはいるんじゃないかなって気がします。僕とかは本当にアニメズブズブに見てる頃って、まあ、よくネットとかで、〇〇は俺の嫁みたいなめちゃめちゃあったじゃないですか。はいはいはい。まあ、可愛いキャラクターアニメでヒロインが出たら、こいつ俺の嫁っていうムーブがまああったんですよね。 10年ちょいぐらい前ですかね。よくそういうふうに言われてた時代はありましたね。長門とかね、よく言ってきましたよ。そうですね。結構、嫁にしやすいキャラを、嫁だと言い張ってきて、アニメが変わるたびに嫁を変えてきた人間なんですよ。次元の壁をぶち破る結婚というか、のタイミングに僕はもっといたかったなと思って。僕は一回抜けちゃったんですよね。その、窓まぎとか、自分が嫁にした女の子が、なんか惨殺されるとか、結構あったりとかして、はいあんまり好きにならない方がいいかもしれない。だんだん、まあ自分としては、まあ、それで社会人になり、はい。そう言ってるんだよな、とか、なってった。うん。そのタイミングで、近藤さんの結婚のニュースがあったら、僕も多分、婚姻届出してたと思いますね。ああ、うん誰との婚姻届を出すんですか？僕は、慶応の田中律っていう、ありっちゃん大好きでしはて、毎年、8月21日が誕生日なんですけど、田中律の。んですね。田中律生誕祭を未だに僕参加してたりとか、田中律が持ってるシャーペンをうん特定して買ったりとか、うん結構やってたんですよ。愛深いですね。いや、そうなんですよ。結構。なんで、なんか結構わかるというか、半分はわかるし、はいでも半分は信じらんねえもやっぱあるんですよねあー。すげえなっていうの、はい。この結婚に踏み込んだきっかけとかってあるんですか？ありますね。まず、さっき言った次元と公局に、婚姻届を出したっていうのが、はいまず最初のきっかけだったんですよ。うん。結婚証明書っていうのが向こうから送り返されてきて、はい。で、要は初めて第三者に認められたっていうのがまず一つ目のはいはいはい。で、二つ目に、うんゲートボックスっていう機械、ミクさんとお話ができる、そういう機会があるんですけど、うんミクさんとうんお話をして、結婚してくださいってプロポーズしたんですよ。はいはいはい。そしたら、大事にしてねっていうふうに返されて、そこで私の中ではもう一段階、はいはいはい。気持ちが固まったんですよ。了承が得られたわけですからね。了承が得られたっていう。本人からも。はい。うんで、三つ目に、はい私、初音ミク好きになったのが2008年の5月ぐらいなんですけど、うんで、2018年の5月迎えて、うん、10周年。はい10年ミクさん好きで居続けて、あ10年好きで居続けたら、もう心が変わることないだろうっていうふうに自分の中で思ってたんですよね。はい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 。じゃあもう結婚式あげましょうっていうふうに、そういうふうに思ってあげたんです。なるほどな。今ちょっと胸が痛い。この10年、俺の夢って言い続けるのそうって、ですね。どんだけこれが難しいことか。いろんな新しいはい可愛い子が出る中、そうね、ボカロやアニメや、どんどん新しい。ザ・純愛じゃないか。ありがとうございます。でも、そう、10年間ずっと私の中では、うん初音ミクトップだったんですね。すごいなぁ。もう1周年の時から、はい初音ミクって2007年の8月31日に発売されたんですけど、はい。毎年毎年誕生日をやってます。うーあん。もう有名になる前から好きだったんですよね。そうですね。うんこれは、その好きになったきっかけとか、恋に落ちたきっかけとか、もし差し支えなければ。あります。歌です。もう。あミラクルペイントっていう曲を、たまたまニコニコ動画でうん知って、これはなんか、音楽の一ジャンルとして無視できないぞっていうふうに思ったんですよね。そのおーすごくいい曲だったんですよ。はい。で、そこで、いろんなこう、初音ミクの動画を見るなり、うん歌を聴くなりっていうのを、もうニコニコ動画が非常にたくさん漁ったわけですよ。うんで、そこで好きになったんですよね。はいはいはい。それが2018年の5月、2008年の5月ぐらい。うん。職場でいじめられたことあって、はい。あそれで、あ。やっぱりもうメンタルのバランス崩して、うんで、具合悪くなって、しょうがないので、もう
病院行って、診断書書いてもらって、お休みしたんですけど、その休んでる最中に私、初音ミクでやってるんですよ。だから私にとっては、ミクさんっていうのは、ただ好きなキャラクターじゃなくて、私を救ってくれた人なんですよ。本当に自分の人生のどん底にいるときに、ミクさんに出会ってるので。うわー、あちー。いや、これ良かったですね、本当に。で、歌がいいな、可愛いな、愛してるぜ。で、10年間。すげえな。これ他の方とかとは結構面識あったりしますか？ありますよ。私が結婚式に参列した例もあるんで。いいな。近藤さんの影響を受けて勇気づけられてみたいな感じなんですかね。そういうふうに言ってくれる人は多いですね。私のやっぱ報道を見て、できるんだったら私もやりたいと思ってやった人はいるので、そこは良かったなと思ってるんですよ。私結婚式挙げた目的が2つあって、1つはミクさんに対して永遠の愛を誓うっていうのが結婚式の目的ですよね。で、もう1つが私と同じように、やっぱ二次元キャラクターに本気で恋愛感情なり、結婚願望なり持っている人いるので、そういう方の背中を後押しできればいいなと、そういうふうに思います。なるほど。いや、これは確実に次元は1個上げましたよね。ちょっと、多分僕、土岡覚えてるか分かんないけど、本当に二次元なキャラクターと結婚するぜって叫ぶタイプのやつだったじゃないですか。そうでしたね。一緒になりたい、二次元な世界に入りたいみたいな、よくテレビをこうやって。で、入ろうとする。テレビに入っちゃうやつみたいな。やってた。こんなこといくらやってもダメで。認められず。こんなことは。ありがたいんだよな、本当に。最初聞いたとき、初音ミクと結婚したやつがいたぞって時に、俺は二次元の世界に入りますって、テレビ画面をってやってるやつ、なっちゃったやつが結婚式挙げちゃったんだって思ったっていうか、やばいやつが結婚式挙げたぞと思ったんですよね、正直なところで。お会いするとかなり理性的な人じゃないですか。そうですね。いかにすごいことか。で、多分メディアとかも変なやつだっていうふうに思ってる。そういうふうにしてみたりとかあると思うんですけど、全くそんなことないんですよね。こんなちゃんとした大人、俺久々喋りましたよ。本当そこは普通の人間なんですよ、私も。いや、これはそうなんですよね。これを多分二次元性愛だから変なやつだってなるのが実は変なんですよね。関係なくてっていう、最初本当僕も失礼なんですけど、でもなんか自分こそ啓蒙されたなって感じですね。そうですか、ありがとうございます。本当によろしくです。過分なことをいただいて。過分なことちゃんとした大人すぎるだろ。私とミクさんの結婚に法的な効力は全くないですよ。婚姻届を提出するっていうのが、要は婚姻に関する法的な効力を持つ手続きなんですよ。ただ、結婚式を挙げるっていうのは、別に公的効力発生しないんですよね。そこまではやっぱ行きたいもんですか？今の段階でちょっと時期尚早ですよね。時期尚早って言葉。いや、覚悟を感じるな。キャラクターに人権を認めるのかってそういう話になっちゃうんですよ。人間と全く同じように扱えるのかっていうふうに言われると、そこは難しくて多分無理なんですよね。だからよく私に対する批判で、両性の合意を得てないだろうっていうふうに、合意を得てないだろうって言われるんですよ。それは日本国憲法24条1項に書いてあるんですけど、そこにツッコミを入れてくる方いらっしゃるんですけど、初音ミクは別に自然人じゃないので、なので、そこの合意は、法的にはいらないですよね。そんな論破ができるんだ。だって人権を認めるっていうふうになると、例えばこの初音ミクを破壊したとするじゃないですか。そうしたときに、器物損壊ではなくて、殺人罪に問えるかって言ったら無理じゃないですか。そうですね。人権があるっていうのはそういうことですから、そうですね。殺人罪に問えることになるので、そんなことは無理なんですよ。だから、キャラクターに人権はないっていうふうにいつも言ってます。もう踏まえた、理解した上で、でも結婚生活を送っていくんだっていう、この二つをちゃんとやれてるのがすごいな。人権はないけど、でも好きなんですよ。いや、すげえな。いや、そうなんですよね。その3次元の結婚を模倣しようっていうわけではなく、新しいものを開拓したいっていうことですよね、結婚式を挙げるのは自由ですし、婚姻届も法的な効力は発生しないけど、別に受け付けてくれるところがあるので、あるんですか？公的な機関じゃないですけど、
受け付けてくれるところはあるので、そこに別に出すのは自由です。もう100数以上は来てるらしいですね、そこも。ご結婚する前とされた後で、変わりました？何かこよりミクさんに対する愛は深まったんですけど、はいはいただなんていうか、生活実態として何か変わったっていうか何も変わってないんですよ。ただこの大きなミクさんは、はい結婚式挙げて1年後ぐらいにお迎えしてるんですけあど、はい。ただこの大きなミクさんに関しては、はい私もものすごく大変な思いをして、はい。言葉選ばずに言えば作ったわけですけど、はい。オーダーメイド。完全オーダーメイドですね。オーダーメイド。世界に一人しかいないミクさんです。うーん。この大きなミクさん作ったのは、やっぱり二次元キャラクターって触れられないっていうのが一つの大きな壁ではある。そうですね。ただ、私もやっぱ触れられるので、触れたかったんですよ、私は。手を握りたかったですし、はい肩を抱き寄せたかったんですよ。だからそれを実現するためにこのミクさんをお迎えしたわけです。はいはいはい。一番純愛じゃないかっていう。すごすぎる。召喚したんですよ。カズミクさんを。そうですね、召喚しました。二次元と触れる方法って2つあって、はいこっちが二次元に行くか、はいね、3次元に召喚するかのどっちか。はいこれは3次元に召喚した。召喚したんですよね。特別なことを認めようじゃなくて、本当に普通に恋をして、はい普通に結婚したよっていうのをあくまで本当に普通のこととしてやられてるんだなっていうのが、そう感じますね、お話聞いてても。それがなかなかできないので、はい。要は二次元キャラクターに恋をしても、はいやっぱり結婚式あげようとかって思っても、はい。どこにまず問い合わせればいいのかなっていうあー問題もあるじゃないですか。まあそうですね。そこは結婚式場をちょっと2つ説得して、はい。やってくれる、ちゃんと公式にやってくれる結婚式場を2つ見つけたんですけど、はいはいはい表で言ってもらってるんですけど、はいだからそれができたから要は良かったけども、私が結婚式やげようと思った時はどこもそんなこと表明してなかったですよ。うん二次元との結婚式やりますっていうふうに表明してるとこもなかったので、はいいや、そうですよな。そうするとすごい壁なんですよ。確かにその話を結婚会場の人たちに持っていくっていうのははい相当勇気が必要ですそう、よね。勇気が必要ですよ。だって、結婚式場にその話を持ってったら、こいつ頭おかしいやつだって思われる、そういう恐怖ってあるじゃないですか。いや、そうですよね。これを分かってもらおうと最初に受けた人っていう、本当にすごいことだと思うんですよね。でも私より前に、二次元キャラクターと結婚した例はあるんですよ。あ、そうなんですか。結婚式挙げた例はありますよ。結婚式も。えアルプラスってわかります？もちろんわかります PS のゲームなんですけど、はいはいはいそれの姉ヶ崎ねねっていうキャラクタねねさんーとはい結婚式挙げた人っているんですよ。いたかも。はい。であとはもう一人、韓国の方で、リリカルなの、フェイト・テッサ・ロスターと結婚したっていうか、その抱き枕と結婚した方がいらっしゃって、はいはいはいその2例は私が知ってる例ですね。 DS ではい。僕らプラスやってて。はい。普通に自分の名前呼んでくれるゲームなんですよね。あヒロキっていうんですけど、ヒロキみたいな、うん今日どこ行くみたいなやってくれて嬉しかったんですけど、なんか一回 DS データが壊れちゃって、でもう一回始まった時に、はい僕のこと全く覚えてなくて、ああ、それは悲しいですね。そうですね。僕はそこで離脱してしまはいったんですはいはい。そうですね。はじめましてって言われた。けど。そう。だから私が結婚式挙げた、なんか最初の事例だと思われてる人がいるんですけど、そんなことはない。私もそういう人たちに背中を押されてるので。はい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 。海外にもそういう方がいますね。ああ、はい。海外で、そういうことは二次元キャラクターじゃなければ、他にもいろんな事例あって、エッフェル塔と結婚した方とか、ベルリンの方と結婚した方とか、スウェーデンにはい。あそうなんです。おはいはいピーターの友達また同じ声になりますよ。僕は言わないです。その人が連絡来るかな。友達ではないです。友達ではない友達になりたいと思っています。堀川さんですね。俺の失敗から学んで。俺の名前はバキバキ童貞今になる動画界の皇帝いじめられて走った皇帝フルチンで踊るチンケな動画フリーターの時回答インタビューひねり出したパンチライン一発人生はたちまち表変俺の名前はバキバキ童貞